Hello, everybody. My name is Matchen. 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 Oh, I'm terribly sorry. 皆さん、今日はですね、お前はもうすでに死んでいる。あのフレーズで有名な、ね、ケンシロウの北斗の拳。わかりますよね。ね、あれに出てきた、あのアニメに出てきた長慶ラオ、なんて言われました？世紀末、ね、核戦争が起こって、アニメの中でね、核戦争が起こって世紀末、力でもって人々の上に君臨したあの暴君、ラオウ。ね、そのラオウをもじって、ラオウと言いますと、世紀末覇王って言われましたよね。で、競馬界の世紀末覇王って言われた馬、わかりますよね。TMオペラ王です。やっぱりね、オペラ王って言いますと、絶対、なんだろうあれ、絶対的な力って言いますかね。それでもって束を圧倒して君臨しました。ね、競馬界に君臨しましたよね。皆さんすいません。ちょっと昨日飲みすぎたもんで、ちょっと口が回らないもんですから、聞きづらい点がありましたら、ご容赦のほどよろしくお願い申し上げます。そんでね、このテーマオペラ王なんですけれども、最初僕はね、あんまり好きじゃなかったんですよ。興味もあんまり湧かなかったのね。なんでかっていうと、デビュー時に新怪物現るとかね、書いてなかったもんですから、ね、それでね、この馬なかなか走るじゃないかと思ったのは、最初に G1 を取った皐月賞、あの辺あたりからなんですよ。でね、このオペラ王って言いますと3歳児のデビュー戦って負けてんだよね。で、明け4歳になってから毎日杯とかいろいろ勝って3連勝するのかな。で、そのね、毎日杯の勝ち方が結構強い勝ち方をしたもんで、結構脚光を浴びたんですよ。で、一番人気じゃなかったんですけども、皐月賞のその戦前、三強を形成してるなんて言われましてね。で、一頭はテーマオペラ王ね。それからもう一頭は成田トップロード。それからもう一頭はアドマイヤ・ベガ。それでね、まっちゃんはこのアドマイヤ・ベガってのをうんと注目してたんです。なんでかっていうと、アドマイヤ・ベガのお父ちゃんサンデーサイレンスなんですよ。で、お母ちゃんが、これ名前ね、なかなか覚えられなくてね、苦労したんです。ワンズ・ウェド。思い出した。このね、ワンズは分かってんだけど、ウェドっていう名前が思い出せなくて。はい。それでね、このテーマオペラ王って言いますとね、馬主ね、武田さんって言うんですけども、この方ね、もうセリに、もう、テーマオペラを出す前から馬体に惚れ込んでバランスが取れてるってことでね、なんとかものにしようと。ね。それでもって、競りの時掛け声1番で1000万って言おうと思ったらしいんですよ。そしたら他の人誰も手挙げなくて1000万でね、競り落としたらしいんです。はい。そんなことをなんかね、前読んだことありますね。それでね、この4歳児テーマオペラ王ってあまりパッとしなかったんですよ。皐月賞を取った後は1勝もできなかったのね。ただ、G2 では悪くても2着。ね。そんな感じでもって、皐月賞までの4連勝の後は年末の有馬記念まで1勝もできなかった。で、その年末の有馬記念って言いますと、やっぱりもうテーマオペラ王の名前ってどうしても外れちゃうんです。なんでかっていうと、何回も僕動画の中で言ってますけれども、クラスワンダーとスペシャルウィーク、この2強対決のムードがあまりにも強かったから。ね。それでね、その結果って言いますともう皆さんお分かりだと思いますけれども、ただ、テーマオペラ王ってこのレースに関しては僕の記憶だといつも後方からまくっていくんだけど、前の方にいたような気がするんですよ。ずーっとね。ほんで、あわやってとこまで行ったんですよ。だけど、後ろから突っ込んできたグラスワンダーとスペシャルウィーク、鼻首ぐらいの差で3着になっちゃったんですよ。でも、大したもんだなぁと思ったんですよね。ここまで前線だよね。タイムの差ないんだから。鼻首ぐらいでね。すごい馬だなと思って関心持ったのは事実なんです。ほんでね、皆さんぎっちょんちょん、その翌年ですよね。もう手つけられなかったんだもんね。1999年のレースでもってテーマオペラ王は有名になったじゃないですか。10勝8連勝。そうなんです。その8連勝の中に、G23 勝ぐらい入ってんだけど、あとは全部 G1。要するにね、春の天皇賞宝塚記念、
秋の天皇賞、ジャパンカップ、でもって、あとは有馬記念。これ全部勝ち取ったんですよ。すごいでしょ？ほんでね、いろいろこれタイトル塗り替えたんですよね。で、スペシャルウィークが持ってた年間のそのね、獲得賞金額12億だかなんだか、それも破ったし。ね。うん。でね、それでもあんまり僕はね、好きではなかったんですよ。なんでかっていうと、今回は負けんだろ、今回は負けんだろと思いながらもう勝っちゃうんですよね、最終的にね。それも派手な勝ち方するんじゃなくて、首差とかね、鼻差とか、でも負けないんですよ。どういう状況になっても、最後に勝つのはテームオペラオなんですよ。だから、派手さはないと。ね。だから、果たしてこの馬強いのかな、それとも年代、例えば、ライバル関係にね、その辺、強い馬があんまりいなくて、得してんのかなとか、いろいろ考えたんだけど、それにしたって強いよね。G1 これ未だにいないもんね。こういう馬は。コバの王道路線の G1 全部勝っちゃった。すごいですよ、これは。ほいでね、もう一つ言わなくちゃなんないことだったんだけど、この最後の有馬記念。これね、今でもね、もう鮮明に覚えてるんですけれども、もうテレビの前で釘付けになって見てたんですけどもね、この時は、テームオペラをずっと参考のあたりから束のマークに合っちゃって、あれどうなんだろう、他の騎手とかね、結託して相談してね、フォーイムを作ったんじゃないかみたいな感じだったのよ。出らんないのも。全部囲まれちゃって。ね。で、ラストの、直線に入っても、第4コーナーの直線に入ったとしても、もう出らんないと囲まれて。これはダメだと。ね。で、一緒に見てたばあさんも、今回は負けだなって言ってたんですよ。ね。ほいでもって、最後のその直線100メートルぐらいのところまでも、やっぱりこう囲まれてるような感じで。だから、あの時に、一着、あれなんだっけな、忘れちゃったんだけど、あの時の一着は忘れたんだけども、一着二着がね、名称堂々と、じゃないな、成田トップロードがやっぱり絡んでたのかな。ほんで、僕も、今回は負けだなと。でね、テレビカメラも、テームオペラ王の方を、ね、今まで映したんだけど、ダメだと思ったんじゃないの？諦めて。ゴール前だから、先頭を行く、接戦だったのね、一着二着ね。そっち映したのよ。ね。そしたらば、と思ったのは、ゴール前に、もう瞬間移動みたいでね。ビヨンって入ってきた馬がいいんだよ。抜いた馬が。なんであれと思ったのね。そしたら、テームオペラ王なんですよ。だからあれ相当すごいや、もうゴール100メートルぐらいからものすごい足。ちょっとした隙間をついで出てきたんだよね。あれ信じられなかったんだよね。もうほんとマジック手品見てるみたい。で、あの時初めて、この馬とんでもね強い馬じゃないのかなと思って好きになったんですよ。で、あとその翌年ね、そうすると、赤6歳か ?2000 年か一番活躍したのが1999年世紀末、覇王と言われたんだからね、そうだよね。ドラマチックなレース結構多かったんですよ。2000年になってからね。でね、2000年になってね、最初、大阪杯かなんか出たんだっけかな。この辺ちょっと記憶ないんだけど、それ確か負けるんだったと思う。で、その次の、もう本番ですよね。春の本番の、春の天皇賞で勝つんですよ、また。そんでまた記録作るんですよ。2年にこうはね、渡って、春の天皇賞、秋の天皇賞、春の天皇賞って勝ったのは、テームオペラを1頭だけです。でよく僕がクラスワンダーに関してはね、グランプリ3連覇って言いますよね、有馬記念。それから翌年の宝塚。で、その翌年の有馬記念。ね。これが、春の天皇賞に関してはテームオペラだけです。で、春の天皇賞を勝ちました。ね、強い勝ち方でね。で、その後今度は、パッとしないんだよね。確か事実、京都記念だか阪神大賞典だか、その辺は1回勝つのかな。で、でね、事実2回ぐらい確か負けと思ったね。ほんでもって、その前にごめんなさい皆さん。宝塚記念やったよね。明け6歳になってからね。でね、その宝塚記念でもやっぱり負けちゃうんですよ。同じように、なんていうか、束の包囲もっていうかさ、囲まれちゃってね。
で、なんとか出てきたんだけども、1着になれなかった。2着止まりだったと。で、これを見たオーナーって言いますか、馬主がさすがに怒ったらしいんですよ。ね。去年の有馬記念の時もこういうようなやり方でやられて、で、今回の宝塚記念でも同じようなことをやられたと。馬がかわいそうで涙が出たと。で、その時に、もうね、オーナーは宝塚記念を勝ったらばヨーロッパに遠征して、向こうでね、ちょっと一暴れしようと思ってたらしいんですけども、断念したんです。もう馬かわいそうだと。結構疲れてるしね。だって、障害確かね、テーマオペラ王って26戦戦って14勝ぐらいしてんだけども、もう体もだいぶね、弱ってきてるしね。ほんでもって、暮れの有馬記念を最後に引退しようってことになったんですよ。で、やっぱりね、人気は一番だよ。その前の、有馬記念の前の秋の天皇賞も確か2着ぐらいに負けんだよね。秋の天皇賞で、あれですよ。テーマオペラを破ったのは確かね、アグネスデジタルじゃなかったかな。と僕の記憶では思いますね。でね、これドラマチックなんですよ。最後の有馬記念。ね。なんだかんだ言ってもテーマオペラを引退レースで一番人気。それでね、さすがに疲れたんでしょう。往年の追い込みの時のね、足がちょっとこうね、直線に入ってから鈍っちゃって、ね。それでもって確か4着ぐらいに負けるんですよ。ね。ほんでね、皆さん、これね、僕もね、未だにもう鮮明に覚えてるんですけれども、これ不思議な話なんですけど、ね。この有馬記念、テーマオペラ王が4着に負けた有馬記念の1着馬、2着馬、覚えてます？これね、1着がマンハッタンカフェ。菊花賞かなんか取ったんだっけかな。で、2着がアメリカンボスなんですよ。で、ここまで言えばもう皆さん思い出したでしょ？この年に、アメリカの同時テロね。ビルが2つの国際になった若ビルででっかいビルがね、テロによって旅客機でもって追突されて5000何人って方が亡くなりましたよね。同時テロがあった年なんですよ。だから、やっぱりそのね、風にもなんていうんですか、亡くなられた方がやっぱり2頭の馬に乗り移って頑張ったんじゃないのかな。マンハッタンカフェってのはニューヨークのマンハッタンでしょ。それからアメリカンボス。だからこういう買い方って結婚する人いますよね、語呂合わせで。さすがにこの年はこの2頭買った人ってあんまりいないんじゃない？だからこれ偶然にしては、未だにちょっと考えるんですけどもね。偶然でこう済まされないような感じしません？それはね、もう未だに鮮明に覚えてるんですけどもね。それでね、これね、タイトル、最後になりますけれども、低音オペラ王っていうと、半端じゃないもんね。獲得したそのタイトルとかね。最優秀その4歳ボバとか、最優秀4歳ボバ取んなかったんだな。最優秀コバ、最優秀コバ、年間最優秀コバ、G15 勝とかね、そういうのと、それからあとは年間 G2 と合わせて8連勝。これも全部当時のあれだからね、JRA の中央競馬の記録ですからね。それでね、終わってから、獲得賞金額っていうのが18億3500万ぐらい。でね、この年から確か、皆さんご存知だと思いますけれども、秋のね、コバのね、王道と言われてる、秋の天皇賞、それからジャパンカップ、それから最後の有馬記念3連勝した馬には特別、ボーナスみたいな形で、中央競馬から2億円、ね、支給っていうかね、もらえることになったんですよ。だからそれも全部ひっくるめると、テーマオペラ王って18億3500万ぐらい獲得したんです。もう、この記録は、2017年に、北サンブラックがね、19億とか20億近く稼いだんだよね。北サンブラックが出るまでは、抜けなかったんです。ずーっとテーマオペラ王がこの記録を持ってたんです。ですから最初に僕は、このね、馬主さん、竹園さんが1000万で競り落としたって言いましたよね。そうすると、18億稼いだわけですから、180倍。すごいよね。まさかやっぱオーナーもここまで走ってくれるとは思わなかったんじゃない？とんでもない馬でしたよね。はい。ですから僕はこの馬は、10ポイントグラスバンダー、それからオグリキャップ、
それから、このテーマオペラを、それから最後には、ディープインパクトと、オルフェーブル。これが一番好きなんですけども、そこの中でもトップクラスです。以上、テーマオペラ王のお話でした。まっちゃんでした。長時間、ありがとうございました。